仕事をしていて、費用対効果を考えて仕事をしなさいと言われたことはありませんか？よく聞く言葉である一方、具体的に何をどう考えたらいいんだろうと思ったことはないでしょうか？今回の動画では、費用対効果にありがちな例を解説していきます。この動画の内容として、効果しか考えていない例、費用しか考えていない例、費用対効果の基本的な考え方の3つの構成でお話ししていきます。まず最初に、効果しか考えていない例です。例えば次のような A さんと B さんの会話があったとします。この作業1個あたり3分かかっていて、100個するのに5時間かかるんですよ。結構かかりますね。だから、この100万円の専用機を買おうかと思っているんです。100万円ですか。それなりに高価だと思いますが、費用対効果が出るならいいでしょうね。その作業はどれくらいの頻度で行うんですか？そんなに多くないですよ。2、3年に1回くらいですかね。2、3年に1回の5時間の作業のために100万円。それはどうなんでしょうか？今回の例は、作業安全性の観点などで必要な場合は別として、一般的には会社に無限にお金があるわけではない限り、なかなか厳しいでしょう。効果が費用に見合っているかの判断が大事になります。次に、費用しか考えていない例を見てみます。ここでもまた A さんと B さんの会話を聞いてみましょう。そのノギス、結構古くないですか？確かに言われてみると結構古いですね。でも当て方にコツがありますが、まだ使えますよ。それはコツをつかんでいないと測定ミスになるということですか？そういうことになりますね。新人も入ったことですし、買い替えませんか？この例では、ノギスでもし測定ミスを起こしてしまうと、最悪の場合、ロットアウトなどの大きなミスにつながる恐れがあることを A さんは認識していないように思います。そのようなリスクを考えると、たかが数万円のノギスを買い替えない方がよほど怖いと思います。自分の業務の重要さを認識することが大事となります。最後に、費用対効果の基本的な考え方についてお話しします。費用対効果とは一言で言うと、費用と効果の両方を見て、費用が効果に見合うものかを考えることです。費用も効果も共に金額換算して比較できると、客観的な判断がしやすくなります。費用対効果の、まず、費用について詳しく見てみます。何かしら困りごとや改善対象があったとき、機械やシステムといった改善の道具を使って改善します。改善道具が機械の場合、一つの大事な考え方として、その機械は専用機なのか汎用機なのか、またその機械は工程内を自動化するものなのか、もしくは工程間を自動化するものなのかといったことがあります。ビジネスを取り巻く環境変化が激しい現在、機械の汎用性の高さに注目することは重要です。専用機か汎用機かで言うと、もちろん汎用機の方が汎用性があります。一方、工程内を自動化する機械と工程間を自動化する機械だと、一般的には工程内を自動化する機械の方が汎用性は高いと思います。例えば工程内の汎用機はマシニングセンター、工程内の専用機は専用加工機、工程間の専用機はベルトコンベア、
工程間の汎用機は自動搬送装置などのイメージです。どのような機械を優先的に導入すべきかはケースバイケースだと思いますが、環境変化への柔軟性を持たせるなら、工程内の汎用機を優先的に検討するのも一つの案だと思います。また、もう一つの大事な観点として、改善道具として機械を導入するか、ジグを導入するか、どちらにするかということがあります。例えば、組み立て工程では使う道具も様々です。一般工具は汎用性が高く低コストという特徴がある一方、専用の機械となると専門的で高コストのものになります。そしてジグは一般工具と機械化の間に位置するものとなります。多品種少量の生産であるほど機械化は割に合わないことが多いでしょう。一方、同じものを大量生産する場合には機械化のメリットが大きいでしょう。このように生産ロットなどにより改善道具の選定が必要となります。先ほど申しましたよう、ジグは一般工具と機械化の間に位置づけられる改善道具です。手作業でありながら、その製品の形状に合ったジグを使うと、生産性よく、ポカミスも少なく組み立てを進めることができます。また、最近では、高強度でジグにも使用できる樹脂を造形できるような 3D プリンターも出てきています。ジグを作るには、金属加工品を外注に頼まなければならなく、それなりに高価になってしまう。そのため、本当はジグを作りたいんだけど、我慢して一般工具を使用し続けているといったこともあるかもしれませんが、3D プリンターをうまく使うとジグのコストは格段に下がります。従来、一般工具のみで組み立てしていたものを 3D プリンター製のジグにより安価に効率化するのは今の時代検討に値するものだと思います。今までは費用対効果のうち費用について見てきました。ここからは効果について見ていきます。効果とは改善道具による改善の結果、どれほどの改善効果が得られるのかということです。ここで効果について注意すべきことは、見る範囲によって効果は変わるということです。例えば、機械加工の工程の改善について、当該業務だけに注目すると、改善の効果は当該加工の加工時間の短縮といったことになるでしょう。ここで当該工程だけでなく、前工程まで視野を広げてみます。すると、前工程で加工し終わった仕掛かり品が従来では溜まっていたが、今回の改善で仕掛かり品が大幅に削減できたとします。すると、この仕掛かり品在庫の削減も改善の効果として挙げられます。また、前工程だけに限らず工場全体まで視野を広げるとどうでしょう。例えば、改善した当該工程が工場全体のボトルネックとなっていた工程であったのであれば、今回の改善によって工場全体の生産能力が向上したと言えます。このことにより、例えば今まで外注に出していた製品を内製化できたり、新製品の生産も可能になったりといったメリットが出てきます。よって当初見ていた当該工程だけで考えた改善効果と比べると、工場全体で見た改善効果はかなり大きなものとなり得ます。このように改善した当該工程の周りの環境との関係性により、同じ改善でも効果には雲泥の差が現れます。改善の効果は本来は会社全体の効果を見定めるべきです。
視野狭窄に陥って効果を過小評価しないように注意が必要です。費用対効果の効果について考える次の例として、営業活動への DX 推進を考えてみます。例えば、ある DX サービスを用いると、過去の日報検索が可能になる、部内の情報共有がしやすくなる、新規開拓先を探しやすくなる、顧客に関する最新ニュースを探しやすくなる、などのメリットが考えられるとします。このような場合、定性的にはいいのだろうが、定量的な効果、つまり金額換算するとどれだけの効果があるのかは見極めは困難となります。世の中にはフェルミ推定と呼ばれるような手法で数値化する方法もありますが、ある程度慣れていないと使いこなすのはなかなか難しいと思います。また、実際にやってみることで初めて見えてくることもあるでしょう。今ではサブスクリプションのサービスもたくさん出てきているため、まずは小規模なところから失敗しても大丈夫な範囲内から始めるということも考えられます。また、費用対効果の考え方を具体的な事例で解説している過去動画もありますので、気になる方はぜひ合わせてご覧ください。まとめです。この動画では、費用対効果について、効果しか考えていない例、費用しか考えていない例、費用対効果の基本的な考え方をお話しさせていただきました。まずは費用だけや効果だけでなく、費用と効果を両方考えることが大事となります。また、費用については変化が激しい今の時代、汎用性や新技術も含めて検討することが大事だと思います。効果につきましては、会社全体でどんな効果が見込まれるのかを視野を広げつつ、時にはトライアンドエラーしながら考えていくことが大切だと思います。費用対効果を正しく見積もることで、積極的なチャレンジもしやすくなるでしょう。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。